はいどうも B 賞です。今日はソーラバンドサンダーシリーズの新作ホットトイズバルキリーの情報が発表されたので、フィギュアのプレビューと予約情報を紹介していきます。普段このチャンネルではホットトイズのレビューだったりカスタム動画を投稿しているので、ホットトイズや6分の1スケールフィギュアに興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。そして同じシリーズのソーとマイティーソーのホットトイズプレビュー動画に関しても過去に投稿していて、まだ予約を受け付けているサイトもあるので、そちらもぜひね、ご覧ください。さあということで、最近ディズニープラスで、映画の配信が始まったというね、ちょうどいいタイミングで、ホットトイズから正式にバルキリーのフィギュアが発表されました。バルキリーに関しては過去にソーの映画3作目ラグナロクのシリーズとしてプロトタイプが発表されていて、コミコンだったりのイベントでも展示されていたらしいんですけど、当時は正式な製品としては発売されずに終わっていたので、待ち望んでいた人も今回かなり多いんじゃないかなというふうに思いますね。今回の発表に関して SNS の反応を見ていてもかなりの人が喜んでいたかなと思いますし、このフィギュアの発売をね待ち望んでいる人がたくさんいたと思うので、中にはね、先に発表されていたソーだったりマイティーソーよりも楽しみにしていたという方もいたので、さすが人気のキャラクターだなというふうに思いました。それではフィギュアについて細かく見ていくんですけど、まずはねヘッドから見ていきましょう。第一印象を見た時の率直な感想としては、僕自身は幻となっているラグナロク版の方が造形は好きなんですけど、ヘッドの造形自体はね、かなり似てるんじゃないかなと思いますし、クオリティ高いと思います。目線が固定されているというような点はね、やはりリアルさにも欠けるかなと思うんですけど、今回も眼球可動ギミックがない以上は仕方ないことですし、髪型とかも含めて、ヘッドの再現度はねとても高いんじゃないかなと思いますね。特にこの唇のツヤ感がすごいですね。妖艶な雰囲気が漂っていて、かっこよくてセクシーなバルキリーの魅力が、この唇にねとても詰まってるんじゃないかなと思います。で髪の毛についても、劇中のようなね、編み込まれたドレッドヘアがかなり細かく再現されていますし、後ろ髪の方とか青いエクステもねしっかりと再現されています。ただちょっとこのドレッドヘアで心配な点があって、前髪の方で髪の毛が何本か垂れていると思うんですけど、それが劣化によってちぎれないかなという点はね少し気になりました。というのも、僕が持っているキルモンガーの素顔ヘッドも、ドレッドヘアの造形となってるんですけど、劣化によってなのか毛根に近い部分に亀裂が入り始めていて、ちぎりかけているんですよね。なので髪の毛自体折れることはなかなかないかもしれないんですけど、根元の部分に亀裂が入って根元からちぎれないかなというような点はちょっと心配なポイントかなというふうにも思いました。あとはポニーテールはかなり長くて腰まであるので、首を回したりする動きは、ある程度制限されるのかなというふうに思いますね。で海外の方の意見を見ていた時に、このヘッドのクオリティが似てる似てないの前に、ホットトイズのプロトタイプの撮影者を今すぐ変えた方がいいという意見があったのが一番面白かったですね。確かにこの角度の写真なんかだとスーツの使用上仕方ないとは思うんですけど、首だったり、肩だったりね、全部のジョイントが見えていたりもするので、若干おもちゃ感が強くなるかなというような気もしましたね。確かにねクオリティ自体はとても高いフィギュアなんですけど、写真によって結構見た目変わったりもするので、そういった点はね結構同感できる意見かなと思いました。今回の素体については肘がシームレスのものとなっていて、一応新規開発の素体となっているようです。見た目はね結構リアルなんですけど、もう少しマッシブだとさらに良かったかなというふうに思ったのと、あと体と頭のバランスですね。顔をもう少し小さくすればさらにバランス良くなるのかなというふうにも思いました。で素材はおそらくシリコン製だと思うので、時間が経った時の劣化はこれも心配なポイントかなと思いますね。ただ腕輪だったりとか左腕の内側にある、バルキリー部隊のタトゥーなんかも再現されている点はさすがのクオリティだと思います。アーマーは今回白と黒が主体のカラーリングで、アーマーの幾何学模様も細かくデザインされていて、劇中のスーツがね細部まで再現されていると思いますね。でケープはバルキリー部隊の頃のデザインを踏襲しているような鮮やかな青色のカラーリングとなっています。針金も内蔵されているようなので、マントにも動きをつけたポージングなんかを楽しむこともできそうですね。可動域については腰回りなんかも可動域広そうだなというような感じがしました。ソーだったりマイティーソーは腰回りのアーマーによって足が上がりづらそうだなというような印象が強かったんですけど、このフィギュアに関してはしゃがんだ様子というか股関節が90度以上動いているような写真もあるので、その点は他のフィギュアと違っていいポイントだなというふうに思いますね。で合わせて下半身のスーツはビニールか合皮系の素材だと思うんですけど、結構伸縮性がありそうなので、これもポージングを楽しむことができる一つの理由かなと思います。可動域に関して気になった点はブーツですね。ブーツを履いているキャラクター、マーベルの中にもたくさんいるんですけど、足首の部分が分かれているかどうかでだいぶポージングの幅が変わるんですけど、公式画像からはちょっと今回はっきりと分かりませんでした。ただ香港で展示されているプロトタイプの画像を見ると一体化されているように見えたので、一定のポーズ以外は安定感が心配なのと、あと足を大きく広げたりすると若干違和感があるのかなというふうにも思いますね。そしてフィギュアの大きさは29センチということで、一般的な女性フィギュアと同じくらいの大きさになっていそうです。続いて
付属品についてなんですけど、まずは武器類から見ていきましょう。今回武器としては、剣が1本、ダガーが2本、ゼウスのサンダーボルトが付属しています。剣は腰部の鞘に、ダガーはブーツの鞘に収めることができるということで、手に持たせてもいいですし、鞘にしまったりとか、取り出す様子を再現することができます。そしてサンダーボルトはエフェクトパーツを取り付け可能ということですね。おそらくその追加アクセサリーもこのゼウスのサンダーボルトになると思うんですけど、初めにそれを見た時はエフェクトが一体化されてるのかなというふうにも思ったんですけど、このフィギュアを見るとね、どうやら取り外しができるとのことです。映画だとバルキリーがこのサンダーボルトを使って戦うシーンも多かったので、そういったシーン再現できるのは嬉しいポイントかなと思います。他のアクセサリーとしては、工具の顔、ポータブルスピーカーが付属しているようですね。工具の顔に関しては、確実にホットトイズのネタ枠かなというふうに思いますね。で、映画後半は顔のみになってしまった工具なんですけど、戦うシーンではバルキリーを補助するようにね、ドレッドヘアによって後頭部に縛り付けられているというようなシーンが印象的だったので、その様子をね、再現することもできます。で、この工具の表情を見てもかなりいい表情をしてますよね。真顔ではなくて、相手を煽ってるような表情が工具らしいなと思いました。取り付けるときはこの工具をドレッドヘアにはめ込むようなギミックになってるのかなというような感じです。台座はいつもあるような六角形の台座で、映画のロゴとバルキリーの腕にも刻まれているシンボルマークが描かれています。ネームプレートのフォントもかなりおしゃれでかっこいいですね。で、アームは股の下を支えるタイプなんですけど、差し込み口の形状的に、フレキシブルアームも交換して取り付けることは可能かなと思います。それでは続いて発売時期と価格についてです。今のところ予約開始しているのはトイサピエンスのみだと思うので、今回はそちらの情報を紹介します。スタチトイズだったりの情報については予約開始され次第概要欄にリンクを掲載しておくので、そちらからご覧いただければと思います。ということで、トイサピエンスではまず価格が42,000円で、予約価格では35,700円となっていて、発売時期は2024年の2月頃となっています。で、価格についてはまあまあかなというような感じですかね。予約価格で購入するのであれば高いというわけではないと思うんですけど、付属品も結構今回小物が多いので、予想ではね、もう少し安くなるのかなと思ってました。トイサピエンスでこの価格だとすると、スタチトイズでは3万円から32,000円くらいの価格設定になるのかなというふうに思いますね。で、ちなみにこのバルキリーと工具についてはサードパーティー製のフィギュアも出ているので、軽くそちらも紹介しようと思います。バルキリーに関してはサンダートイズというメーカーから、エンドゲームがベースになっているかと思うんですけど、白いバルキリー部隊のスーツを身につけているものが現在予約受付中となってます。で、このフィギュアの特徴としては、髪の毛が植毛なのと、顔も似てるとは思うんですけど、若干老けてるかなという風な見た目ではあるんですけど、スーツのクオリティとかはね、割と良さそうだなという風に思いますね。あとこのフィギュアについては別売りにはなるんですけど、ペガサスも別売りされているので、この2つ揃えればね、結構いいセットになるかなと思いますね。ホットトイズからはもちろんペガサス、発売される予定とかもないと思うので、ホットトイズプラスペガサスを買うとかね、そういった組み合わせで飾るのも楽しみの一つかなとも思いますね。でも価格についてはスタチトイズが国内だと最安値で、それぞれバルキリーとペガサスともに 17,850 円ということで、2体揃えても約35,000円なので、気になる方はね、ぜひ概要欄のリンクから覗いてみてください。そして工具のサードパーティー製フィギュアについては、こちらのメーカーから商品化されているんですけど、ホットトイズとは違って、完全体の工具が商品化されています。下半身はね、柄が描かれているんですけど、ただのスパッツということで、若干安っぽさはあるのかなというふうにも思いますね。値段はスタチトイズも Amazon も約26,000円となっているので、こちらも気になる方はぜひね、チェックしてみてください。ということで今日はソーラブ&サンダーシリーズの新スコットトイズバルキリーについてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介しました。このキャラクターの製品化は本当に望まれていたと思うので、製品化されたことはね、とても嬉しいですね。実は僕今のところこのシリーズについては、全て予約しているものはなくて、買うとしても発売後にしようかなと思ってるんですけど、気になる方はぜひ予約してみてはいかがでしょうか。このシリーズとしては、これまでソー、マイティーソー、今回のバルキリーと発表されてきて、残るキャラクターは5話のみかなと思うんですけど、他の動画でも何度か話しているように、今作のホットトイズの中では一番期待しているのが僕は5話なので、続報を楽しみに待ちたいかなと思いますね。ということで、この動画参考になったらいいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また概要欄の下の方に僕の Twitter や Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。